キラドテジョンです。今回ね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説やっていきたいと思います。6月シーズンのクランリーグになりますね。ルートライダーがね、弱体化されてしまったということで、ルートライダーのね、弱体化メンテナンスが入った関係でね、Day1 の方が、リプレイが消えているということで、1人以外全開という状況で、ルートライダーが弱体化される前だったので、ルートライダーがね、今から考えれば強かったというところでした。で、なんと2戦目、こちらですと。44対45。弱体化が入ったんですけどあれどういう状況ですか？ 10 15分の15取られ、こっちはね、98%。入った日ですね、これは。弱体化メンテが入った日です。で、その後のこの3乗ですという形ですね。どういうことでしょうね。相手もルートライダーかなり使ってた上でのこの結果なので、さてっていう形ですが、見ていきますか。はい、というわけでやっていきましょう。厳しいですね。44点取ってるんだけどね。45取られてしまいましたね。珍しく防衛軍も全部埋まってたんですけど、その上でね、ルートライダー。全部がルートライダーではなかったんですけど、十数本ルートライダーで全回取られてましたね。こちらも全部のリプレイはね、チェックできてないんですけど、ルートライダーまだまだ使ってる人もいたんじゃないかなっていうところで、今回一緒に見ていきましょう。キャスリーさん、まずは突撃艦真ん中をぶっ飛ばしていく形のドラゴンラッシュ。もともとドラゴンの使用率が高かった人なので、ルートライダーあんま関係ないんじゃないかなっていうところですかね。で、スケルトンからのオールブレーカーなけキングクイーンを合流させていくような流れです。下側の方はちょっと放置。ロイヤルチャンピオンをここから合流していくような形で、内側のモノリスとかも目指したような使い方かな。クランジョ潰れてるんでね、ここら辺はっていう。なんか今のは、どっちだ？キングかな？サッカーボールですね。吸血サッカー、レベルがまだちょっと上がりきってないですが。ドラゴン系はね、やっぱね、サッカー強いと思うわ。スパイクボール。かなり相性はいい気がする。スケルトン使ってロイヤルチャンピオンの盾を作るフォックスギリギリで落とされて。スピリットフォックスの弱体化もね、結構前に入りましたよね。透明化時間だっけ？透明になる時間が、透明化に戻る時間が少し伸びるというところで、この辺ターゲットにされやすくなったので、今のも落とせたギリギリのタイミングだったっていうことで、ロイちゃんフォックスがやっぱね、めちゃくちゃに強いんで、今でも強いと思ってるぐらいなんで、その辺はやっぱ調整していかなきゃいけないっていうところですけど、なかなかヒーローギアに対する調整って入らないっすね。やっぱ最強がジャイアントガントレットね。最強格がジャイアントガントレットというヒーローギアなんですけど、あいつはずっと調整が入らんすね。微調整ぐらいはね、ヘイスト薬の1% パッシブ落ちたよとか攻撃速だったけど、目立つ調整はなかなか入らんですね。もうちょっとだけ入れても面白そうだけどね。さあ、星361天才ラバル。イーグルの、イーグルじゃない、モノリスのところが6のバリューはでかそうなのと、対地シングルとかオルトヒーロー伸ばしやすいとかもあると思うけど、そこだよねってとこに打ちましたね。シンプルにバリューが一番高いところに打ち込んでいきました。内側のカットにもなるし。ルートライダーの数が減るっていうことと、ルートライダーの全開速度がさるくあることによって、5V5 の対戦もね、ちょっと、あまりの過剰なね、時間勝負も緩和されると、編成的にもまたいろんなユニット使いやすくなりますよね。天才ラバルとかも結構時間の影響をもろに食らってもう数名しか使えないみたいな戦術になってたので。キングでイーグルプラスクイーン処理。ガントレット強え。壁越しにこうして施設も削っていく。ガントレット強えな。クイーンはブローク使ってヒーラーを生み出し、アイゴレはどっか行きました。ラバルは9時からなのか、このまま9時からかなから行くなのかだけど、トームのバリューを考えると9時から行くことが多そうですが、6時を起点に作るんだ。
時間差バルーンでウィズと行く係と対地クロス行く係と2手作るんですよね、ここバルーン。しっかりね、対地クロスにこれ、直出しで投げれるのはね、今のいい時間差ですね。距離時間差。タウンホールの方に突撃艦イエティ届けて、タウンホールはそれで管理。3時の方はクイーンがまだ生き残ってるので、多少ね、残ったところでクイーンも勝利をしてくれると。時間勝負だったらもうちょい早い展開をしてると思うんですけど、そういう環境ではないので、しっかりゆっくりやって、クイーンもね、壁は殴ってくれてる状況だったのでね、サポートも入れれる状況。ナイス展開ですね。圧倒的余裕の全開と。そうっす。自分のアタック、クイヒーのルートライダーということで、記憶によると、ちょっともう結構、リーグ7日終わった目ぐらいなんですけど、深めのアタックとかあんま覚えてないんですけど、記憶によると結構やばいアタックだった記憶があるんですけど、どうだったかな。ジャイシューターとなりおいて、レジェンドリーグの方もお休みしてるんで、これはもうヒヤヒヤしながら見てた。ワクワクしながら見てた気がする。耐えれるって思って、これはね、強気に耐えたはず。で、ウォールブレーカーなけ。そうだ、これ、クイヒに呪文かなり割いたんでね、ルートライダーの弱体化が結構見えると思いますよ、これ。クイヒに呪文割きすぎて、ルートライダーに呪文使えなくなったんですよ。もうこの辺もギリギリとか思いながら。貯めていくしかねえなと思って。で、フローズンアローついてるので、この辺は大丈夫。で、キングサイドカット。で、ここも大丈夫と思ってみる。全然大丈夫。で、ウォールブレーカー入れていきたいんだけど、長弾大砲でね、ウォールブレーカーも行かれるので、ここ黒く入れて、もう一度ウォールブレーカー。で、ここがね、ちょっとね、黒く割いた分と広がったことでね、マルチ IT、ここがしんどくなったポイントですね。インビジブルター。2つ採用の配置に食い火で突っ込むっていうちょっと、あれだったところなんだけど。で、ウォールブレーカーも入れていくんですけど、マルチ IT の方にね、フリーズを打たざるを得なくなってしまいます。で、先に突破させて、もう一度フリーズ。で、下からルートライダー。もうこの時点でね、オーバーグローしかありません。なんで持ってきたんですか、オーバーグロー。普段の編成にね、オーバーグローが入ってるからという理由でね、呪文構成、ユニット変えずに攻めた結果、で、ストライカー。この辺めちゃめちゃ感じないルートライダーの HP 減ったところと突破力のなさ。厳しいな、これどうしようかなと思って。中央かけるしかないかっていうところで、インビジブルターがね、発動するのを待ってからもうギリギリまで我慢してこれ打ちます。タウンホール残すのもありだったかもな。でも、ロイちゃんとかそっち行ったら嫌だからな。結果これが安牌なのかな。全部かけちゃったけど、なんか残してもよかったなって思ってはいましたね。大工とか。大工だけ残す打ち方はギリできるんで。下側がっつり削って、ロイちゃんも能力残した状況で、なんとかリカバリーができました。やったって状況ですね。で、ロイヤルチャンピオン能力解放。ルートライダー自体も、数体残ってはいるというところで、ここでちょっと嫌なトルネード。最軸もね、これ大工が残ってるってところで、言った通り、全部隠さずに、攻めてる時にそこまでの起点は生まれなかったな、頭の中に。なんとか全開です。序盤のね、苦しいところで、クイーンの黒く咲かされなかったのが良かったところかなというところですね。あれで咲いてたら、最後、ウォールブレーカーも失敗してタウンホールまで食い火届かなかったところなんで、ね、ちょっと無茶な食い火だったかもしれないですね。確か2日目そんな時間なくてね、パパッと攻めちゃった記憶もあってあれだったので、ちょっと苦しいプランではあったかなってところですかね。さあ今日そして初めてのルートライダー純正というか、ルートライダーラッシュですね。弱体化入って直後のルートライダーラッシュ。でも今の弱体化の影響は少し見えたっすよね。正直。僕のアタック僕が一番感じてましたね。うわ、全然進まねえし HP 減ってるし、もうこれ初手トームやんと思って。どうせ初手トームではあるんだけど、こんなに減ってんの初手トームかってちょっと苦しいなと思いながら攻めてたっすね。進軍が遅いと思いながら。クイヒールートライダーもね、
レイジを一発ぐらいはそっちに回したいなって思うような感じの瞬間でしたね、あれは。さあ、ここも呪文の方が、タウンホールは隠さずに残していくような形でタウンホールを先に確保していきます。タウンホールのところ、ここ我慢してキングの能力使わなかったですね。で、ここから使っていくと。で、クイーンの方も少し広がってしまって、かなりめんどくさい形。ロイヤルチャンピオンの方も剥き出しになっている状況です。ポイズンを先打ちで置いて能力解放。しっかりここリクスケルトンありますね。大体ね、クラクラやってるとリクスケ出てくるポイントって分かるようになってくるからね。レイジ。あとはフリーズ一発。超苦しいね、これも。いやー、めちゃめちゃ苦しい。ギリギリの HP。ルートライダーは、かけらも残っておりません。影響は、多少なりとも出てるかなというのが、この2連アタックを見ての感想ですかね。ユニット的にもね、いろいろポーションは使ってるけど、東海弊社のレベルが低いって感じかな。タデスさん。でもやっぱり全体的な使用率は落ちてますよね。ここまで見ても。6本中2本かな、僕の入れて。純正なラッシュが1個か。でも1個。全開じゃないから5本か。ポケットアタックもね、ルートライダーだったんですよね。これはトツビズかな。たまにトツビズね、デッサン使ってるので。強いっすよね。対戦では時間環境なので、トツビズ対策なんてあんまり今はされてないし、そもそもトツビズのね、使用率っていうのはかなり減ってるっていうか、相当少ないですからね、今。なので、刺さる配置ってたまに見かけるので、そういったところに対して刺していくっていうのは強いですよね。で今回はウォールブレイカー先にやったことで、リクスケのすることができました。これもいいですね。おデヒ中とかにね、先にウォールブレイカー開けとこうってすると、おデヒの方にスケルトン飛んでっちゃうんで、あんま良くないなっていうこともあるんですけど、今回スーサイド系なので先に開けておくのは効果がありますね。トルネード。ジャンプを置いてなんですけど、スケルトンでね、先を取っていくんですが、タウンホールが起動しちゃってるので、もうちょい左でよかったね。おそらくプランニングの段階で、ここに打つって決めてたやつだと思うんですけど、タウンホール起動したのを見て帰れるとよかったっていうシーンかなと思います。ロイヤルチャンピオンの方も能力解放して、くじ角トップはクイーンの方をタウンホールに戻していきたいというイメージですね。援軍の方は、ネクロが入ってますね。他の対戦動画でも言ったことがあるんですけど、ドラゴンのね、使用率がそうなると、ルートライダー弱体化すると増えるというところで、ドラゴンに刺さる防衛援軍ネクロを採用しているという形かなと思います。なので、アイスゴーレムがね、3個入ってるのが、結構基本的な防衛援軍セットとして流行ってたんだけど、環境変わって援軍の中身はかなり変わってくる可能性がありますね、これは。スーパーガーゴイルだったりとか、アーチャーがたくさん入ってたり、今回みたいにネクロが入ったり、ストライカーがたくさん出てきたりとか、防衛援軍の選択肢も多く生まれていいんじゃないかなと。すごいね、でもダメージ半減、影響はもちろんあるかなって感じなんだけど、それだけで結構いろんなところにね、影響を及ぼすのがバランス調整ですね。これもいい全開たくさん残って、もともとちょっとルートライダーを使ってた人が少ないラインナップが最初にね、上の方を攻めてるので、ちょっとまだ比較としてはわかんないですね。やったーくん。この辺からルートライダーをね、普段から使ってた人たちが攻め始める、あれになってくるので、ってところです。変わらずルートライダーラッシュ。これがね、初日なんですよね。アップデート入って初日っていうところもあるので、7日目とか6日目とかに編成が変わってたりとか、やり方とかなんか中身が少し変わってたりすると、影響もあったのかなっていう見方もできると思うので、ちょっと序盤すぎるのでまだ一口にはいないですが。でも防衛軍はとりあえず変わってますよね、こうして。アイゴレが採用が結構減ってて、そうじゃない援軍も多くなってるっていうところ。火力も高いところ、ここはフリーズとオーバーグローでしていきます。ヤッター君の名前もナビヤッターに変わっているというところで、こちらもアップデート済みと。ロイヤルチャンピオンも能力保ったまま最終区画裏のところまでたどり着きそう。タウンホールの方はね、まだ残ってるんですけど、
対1とインブかなあれは。インビジブルタワー。移動がされていく。ロイちゃんは解けまして、レイジフリーズ、外周、スーパーバーバリアン、削りを入れて、まあ一回タウンホールに戻していきたいんですけど、ちょっとこれは、キングが外周しましたが、戻っていきます。この辺、ルートライダーがやっぱ強いところ、穴を開けてくれる。この穴開けがめちゃくちゃ強いですね。でも、ルートライダーの数、やっぱり残り数がね、今までと比べると減りますよね。HP500、まあ、トータルで考えたら、今までで HP どんぐらい減ったんだろう。さあ、コマくん、ルートライダー。さあ、ルートライダーが、やってる人がここから増えましたので、だいぶわかるかな。強化弊社型。クイーンと化弊社を同時サイド。キングは内側型ですね。まあ、ルートライダーが一番最初に流行った形が多かったやり方ですが、まあ、ルートライダーだけじゃ火力も低いというところでね、攻撃できるユニットキングを、まあ、ヒーローとかね、入れていく必要があったというところで。援軍はここはアイスゴーレムとね、綺麗にルートライダーされるところにアイゴレを入れて。で、3時の方はクイーンと、強化弊社が動いているインビジブル。インビジブル採用か。珍しいですが、これは刺さっている。オーバーグルをここかけていって、真ん中通すだけ通して罠解除とかもさせていって、反対サイド9時からロイヤルチャンピオンも追加していきます。キングはさすがにガントレット。ここにレイジ。まあ2枚あるので1枚は割いていいでしょうというところ、しっかりここは割いて縦にしていきますね。まあ、火力も上げていかないとルートライダー自身の攻撃力が低いので。で、ユニット自体はもう全部出し切ってて、あとはタウンホールに戻していくという作業。しっかりここはね、キングの能力を残している状況ですが、トルネードでちょっと向かいづらいので、一度フリーズで時間を作って、ロイちゃんも能力解放、レイチと。たまたまかもしんないけど、やっぱりルートライダーの数とかも残りで見ると少し減ってきてるような状況ですかね。チャーさんもルートライダーということで、まあ途中から見始めた人は、かなり、インビジブルター解除ね。強い。ジャイアントアロー型。クイーン外周で歩かせていくやり方で、インビジブルタワーが2つ解除できつっていう状況ですね。で、一気のトーム。ここもアイスゴーレム採用、レイジ置いて。で、ロイヤルチャンピオンをそこに当てていきます。フリーズ、レイジ、ロイちゃんのために、クイーンのためにというようなフリーズ、レイジですね。いいですね。先に潰したい。危ない。うわー、超団体砲越しに、ユニコーンを起点にクイーンが落とされていく。強い。ただヒーラーの方がロイちゃんにスライドします。で、中心はオーバーグローをかけてロイちゃんに2発目のレイジ。このルートライダーラッシュね、ロイちゃんに呪文を使うっていうのも結構大事ですからね。まあ、慣れないうちはロイちゃんにあんま呪文使うのもったいないと感じて、ロイちゃんの削り量がそんなに高くないような形になっちゃうんだけど、もうガンガン使っていきたいところですね。残りレイジ1枚、キングがガントレット、ルートライダーもやっぱり減ってますね、こうやって見てると。一応レイジポイズンというところが残ってはいるんですけど、使い道があんまないので、終点集まったところにレイジですね、ここですね。はい。さあ、レイジに乗ったルートライダーの攻撃力。あんま高くないですよね、レイジかかっても。ニャロメクイヒラバレ。まあ、ニャロメはちょっと微妙なところだけど、ルートライダーラッシュとクイラバをもともとね、やってたので、まあ、どっちもできるよって人ですが、シューター採用。まあ、弱体化されたならね、もともとやってた戦術やろうじゃないかっていうのは普通ですよね。特に時間も影響のない対戦なので。強いな、このシューター。シューター強え。このビズトあたりにテスラあった時に美味しいから、なんか投げたいけど、あるわけないけど、こんなとこに。
で、このまま9時ウォールブレーカーって形かな。おお、ちょっと一瞬ヒーラー打たれるかヒヤッとするあれだけど、ここはさすがにかかってないと。で、ウォールブレーカー1。キング回収。なるほど。強いな、それ。なるほど、そういうことか。戻して9時からタウンホール目指すのね。いいっすね、それ。いいストライカーいいストライカーダブルで。うん、これ強いっすね。ちょっとスニゴブ遅れちゃったので、無駄足一瞬踏みましたが、ここでタウンホールの方に向けるためにね、キングの方でサイドカット、ウォールブレーカーを今9時からタウンホールに向けて発信されてホーミングチェックのバルーンを入れていく。で、援軍の方はネクロというところで、キングの方でポイズン処理ができますね。いや、10時のカットが綺麗に入ったので、これタウンホールの方までクイーンがスムーズに入ることができました。あとは、クロークもあるし、インビジブルもあるしってところなので、クイーンの延命だけ絶対って感じ。で、インビジブル、ラバルはもう始めて良さそうだけど、さあ、2時を起点にスタートしていきます。ナイストーム。マルチアーチャッターからね、このバルーンがダメージを受けるタイミングだったのでね、初手でドーム入れたいところ、クイーンの方もフリーズからの黒く咲かざるを得ない。黒く打ってレイジ。で、シューターの方もまだ生き残ってる。一発だけ打って欲しかったけど、まあまあまあ。フリーズもあって、クイーンの方を延命して、ロイちゃん使ってないですね。ロイエルチャンピオンも余る余裕の展開と、ラスト集まっていって、終了。いや、うまい。クイヒールートめちゃくちゃいいっすね、これ。クイヒーとシューターとキングのね、バリューが高かったので、圧倒的全開でその分ロイヤルチャンピオンは余る展開ですね。ナイス展開。さあ、クラウス、ルートライダーにスーパージャイアントを入れた形というところで、ルートライダーラッシュではあるんですけど、火力が足りない分をスーパージャイアントでちょっとやってみるっていう感じですかね。本体ユニットとして使うみたいな目的になってくるのかなってところですが、ちょっとキングがそれていく。痛い。さあ、ここで一気のトームをかけていきます。足りなくなった火力のところをスーパージャイアントで、じゃあ補うかっていうのが、このスパジャイ採用の意味だとは思うんですけど、さあここはオーバーグローで、火力を抑えていきます。で、クイーンクロークからの通常オールブレーカー。そうか、スパジャイ使ってるせいで、オールブレーカーが難しい。オールブレーカー。スーパーオールブレーカー、なんて簡単なんだ。苦労して穴を消して、溶けていきます。これでもね、死亡時ダメージがついたことで、通常ウォールブレーカーもやりやすくはなったんですけど、一回タップするだけで穴開くからね、スーパーウォールブレーカーなんてね。フリーズかけて、キングの行く残ったの状況でタウンホールたどり着き、レイジ置きます。フリーズ置きますと。で、裏からもすごいユニットの量で、キングをボコボコにしていく。我慢してますね、キング。さあ、ここで能力解放のロリと。ゆっくりゆっくり使っていって、ユニットが戻っていきます。ちょっとスパジャイの影響力よくわかんなかったな。生き残っているはいるみたいですけど、難しいですね、判断が。ヨッチさんクイラバということで、ヨッチさんも、もともとそんなに使ってなかった人ですね。クイヒーラバル。時間相当スレスレの全開ですね、これ。2分58秒ぐらいだったね、今。反対サイドはガーゴイル。リズトが残ってるので、左に膨らんでからここ内側入れていって、って形ですね。ジャンプとかもないので、ウォールブレーカー誘導になりますが、ここはドリル採用。同感と。クイーンにオデンゾのダメージが入らないタイミングで打っていく。で、もう一度ウォールブレーカー。スニゴブとかも一切持ってきてない。なんか金庫切りたいな感はあるけど。ストライカー回せてってロイヤルチャンピオンの処理ができるかな。惜しい。さあ、慌てて金庫を出しましたが、右に基本は進むのでね。大外これはベビドラかキングで削りたいところですが、ここでキング入れていく。で、もう一度ウォールブレーカー内側へという形ですかね。これよく見たら俺が攻めた配置と同じか、これ。
よく見るとそうですね。インビジブルタワー2つで。はあ、ほんとだ。なるほど。さあ、いいホーミングチェックだね、これは。で、インビジブルタワー2つなので、ここちょっとクイーンの動きが、かなり、カオスになっていきます。さあ、2発目のインビジブルタワー発動。いや、ここすごい。もうタウンホールガンつけてるよ。タウンホールに口付けしてるレベルで近いんですけど。さあ、キングがガントレットでクイーンを壁越しに処理していく。で、タウンポイズン受けちゃうので、レイジで賄って、ロイヤルチャンピオンもね、ワンパンできるので。で、9時からラバー。ロイちゃんはつかずに、当面もまだ耐えている。ロイちゃんそうすると、12時あたりを起点に出しそうですけど、レイジかけてフリーズも、ブロックあるか。じゃあ大丈夫。で、しっかり残ったとこ出して、バルーン8体、トームかけたラバハウンド生き残ってるので、そこに合わせてバルーンを追加していきます。ロイちゃんこれ使ってないよね。お、すごっ。あんなに苦労して前回取ったのに、僕。ロイちゃんを使わずの展開ですね。でもタイム2分58秒だったみたいだけど、ロイちゃん使ったかなこれさすがに。ガン管理の方がギリギリになっていきますが、溜めますね。ウイラバ2本がロイヤルチャンピオン2本ともね、残す展開で。おー、溜めましたね、これ。頑張ったな。スミス、ルートライダーラッシュ。ドリル。こういうのは結構ジャイアントアローも採用されることもあったりするような配置ですが、ドリルでこれはインビジブルタワーを起動していく。うまい。これね、実はね、あいつがいる時はね、援軍入れてない。ミスさんバーバリアンフリーキッカーがいた時ってこういうのをフリーキックでインビジブルタワー解除できて結構便利だったんだけどな。来週食い火で削ってポーンって蹴らしてインビジブルタワー解除してみたいな使い方がめちゃくちゃ強かったんだけど。で、まあ、キングをそこ削っていってというところ。まあ、ウォールブレーカー的な使い方にもなってますね、ここは。で、9時からルートライダースタート。レイジ型。オーバーグローは採用してない形ですね。クイーンも合流できるのはいいですね。で、ここで一気のトーム。ちょっと6時側の右側の人たちがかかってない状況。援軍もらってないので、ここポイズンもないですね。スミスあんまりそういうの意図的にやる人じゃないので、シンプルな忘れっぽいけど、どうでしょう。多分、ガチで忘れたんかな。初めてじゃないかな、これ。結構、ポイズン抜きですが、アイスゴーレムに助けられましたね。これがね、今までの配置でネクロとか出てきたらちょっとめんどくさいかもしれなかったけど、アイゴレだったので、ポイズンはなくて、突破ができました。クイーンクロークも残した状況でタウンホール突破、爆破を受けてクロークですが、こうなります。クローク途中で打ってよかったですかね。で、ロイヤルチャンピオンから出たホグとルートライダーが最後は頑張ってほしいところ、マルチ IT ぐらいなら、火力が低くても乗り切れると。いやー。ナイス展開。ヒロヤさんもルートライダーラッシュ。3時にクイーン置いて、どうかかったかな。反対サイド6時10日。さあ、ルートライダーラッシュ始まります。キングを内側に入れていくやり方で進めていく状況ですね。さあ、レイジ置いての一気のトーム。強い。で、ロイヤルチャンピオンとクイーンを合流するような形、プラスロイちゃんの方で削ってくれることでクイーンのクロークも保たれて、中央もかなり火力が高い。オーバーグローは、ここはかけない、まだ。
まだかけない。タウンホールの方はもうキングで潰していくような形ですね。フリーズかけて。奥のところかけていきました。ロイヤルチャンピオン能力突破。レイジターンもね、解除だけさせてというところで、12時側。キングを届かせていくっていう形なので、オーバーグローは、タウンホールの方にはかけずという形です。レイジフリーズは待ってってという。いや、余裕だね。黙って出てきたとこにレイジフリーズをかけてフィニッシュ。いや、今日一番余裕のあるルートライダーラッシュですね。これだけ見たら、多分このリプレイだけ見せたらね、弱体化されたことに誰も気づかないですね。ナイス旋回。ラストアタック、ガクはライドラッシュということで、ルートライダーラッシュをやってたんだけど、ライドラにね、変わってますね。さっきの配置ですね。セミスが攻めてた配置。ここはジャイアントアローを一戦させて、対空砲ワンチャン狙ってたかどうかって感じですが、インビジブルターンの解除も狙いたいところであるので、一機のドームで、ここはちょっと突撃感が引っかかりますがどうでしょう。フリーズかけて届けていきたい。届くかな。うわギリギリ。スーパードラゴン採用。サッカーボール飛んできましたね、今。吸血サッカーボール。サッカーボール強いね。そして吸血ヒゲもね、使ってる人はドラゴン系の人ばっかりですけど、HP 回復と結構強いですね。キングがまた緑に戻っていく。キングがどんどん HP 回復していきます。すごい。どんどん回復していくよ。殴ると回復するこいつ。不死身です。いいライドラ。チェインがイーグル区画も入ってインビジブルタワーまだ残ってるんだけど、へし折っていく。もう力で解決ですね、ここは。ラストスケルトンいろいろ打ってフィニッシュ。ナイス旋回。こうしてね、編成を早くも変える人たちもいると。はい、というわけでね、終わりまして、ちょっとね、しょっぱないきなり負けてしまうのは残念でしたが、ルートライダーのね、弱体化の影響で編成を変える人だったりとか、進軍速度が変わったりだったりとか、それでも変わらず全開をね、取ってくるっていうところも相手だったりもあるんですけど、今までのと比べるとやっぱり余力の落ちた全開になってたりとか、僕自身もね、かなり、進軍えぐーと思いながら攻めてたんで、影響を受けてる人は多いんじゃないかなというところですかね。皆さんのクランでのね、ルートライダー弱体後の環境の変化とかもね、あったら教えてほしいですね。対戦の編成が変わりましたとか、相手のアタックが結構防衛取れるようになりましたとかね。はい、というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。